前回のあらすじ。ペルーと日本で起きた怪異事件。ロンドンポストの記者、ブライアンは、出張からの帰途についていた。たまたま隣に座っていたガルンが変貌。調査の過程で細菌学者で友人のエドガーに検診してもらっていたが、エドガーには心当たりがあるよう。ロンドンに到着し、患者はエドガーの病院に運ばれる。そしてブライアンは、エドガーは患者に付き添って病院に行ったようだが、さて僕は、とりあえず編集部かな？電話しておくか。ハロー、エリスかい？ブライアン、今ロンドンに着いたので、報告すること山ほどあるのよ。早く帰ってきて。とりあえず社に戻って報告しよう。というわけで、ガルン氏はエドガーの病院に収容されたんだ。症状によっては手術しなければならないらしい。そうだったの。しかし不思議な偶然ね。今度は私の話を聞いて。何にしても特ダネだよ。それでエリス、君が手に入れた情報は？共通しているのは全身が緑色にただれ、血管の空きだし、たちまち意識不明になってしまうということよ。発病場所は日本とペルーよ。ほとんど正反対ね。何かから感染し、そして発病、いや、でも、標準時で同一時刻に発生した奇病だろう。どこの国でも発見されたことのない病気ということよ。患者の身元についてなんだが、日本で発病した女の子について入ってきた情報は、エイミー・ハミルトンという名前と彼女が一命を取り留めたということだけよ。女の子は助かったんだ。ペルーの方は西ドイツの大手企業、バイエルン建設の副社長でシュミットという中年男性。リマのインカピラミッド移設に関連したダム工事の最高責任者としてペルーで指揮を執っていたそうよ。詳しいことはまだわからないんだけど、シュミット氏は病院に運ばれる途中で亡くなったそうよ。毒殺の疑いもあるとかで、今向こうの警察が調査に乗り出しているらしいわ。石とか見てもらおうかな。これがその石なんだ。変わったタッピングなのね。怖いくらい透き通った青だな。あとはメモか。どう思う？ガルン氏が何かを気にしていたのは確かなんだ。飛行機の中でもずっと考え事をしていたし、隠し事があるようにも見えたし。きっと重大な予言をされたのね。でも本気にしなかった。ところが予言通りの事態になり、慌て出した。というところかしら。リュマの予言が何らかの形で事実になった。というのは確かみたいだけど。ここで考えても始まらないぜ。編集長が戻ってきたら出張許可をもらってペルーに行った方が良いぜ。他にはあるかな？あのガイスの後ろの壁にあるのは金庫じゃないか。僕が1週間留守にしている間に買ったんだな。この石を保管するのもいいが、エドガーも調べてみたいと言っていたし、彼に預ける方が先かな。おいガイス、お前の後ろにあるのは何なんだ？ああ、ケチなデスクがやっと買ってくれた耐熱金庫さ。大事な資料が燃えたら困るからね。その多いし、早速入れておいたら？まあ、これはエドガーに調べてもらってからかな。ちょっと病院へ行って様子を見てくるよ。そう、頑張ってね。そして病院に来たよ。さて、どうするかな？まずは受付に聞くのかな？よし、エドガーがどこにいるのか、受付で聞いてみよう。すいません、ブライアン・パールというものです。ドクター・エドガーにお会いしたいのですが。恐れ入ります。院長は今手術中でどなたともお会いできません。手術室はどこでしょう？3階の第2手術室です。ありがとう。まだってことか。まだ手術中なんだ。時間がかかりそうなので、戻ってきたよ。私なら手術室前でずっと待っちゃうけどな。エリスならそうだろうな。どういう意味よ。何か聞き逃し？あら、この石、中心に不思議な模様があるのね。そうだろう。僕もこの模様が気になるんだけど、エドガーはそんなものは見えないというな。まあ、彼も老眼鏡をかけた方が良いみたいね。エリスもエドガーのことを知っているのかな？エドガーのところに電話してみたら？手術終わっているかもよ。そうだな。かけてみるか。あ、ハロー。やあエドガー。とにかく、今からそっちに行きます。終わったみたいだね。ちょっと病院へ行ってくるよ。すいません、ブライアン・パールというものです。ドクター・エドガーにお会いしたいのですが。はい、今ですと院長室の方にいらっしゃいます。どうも。先ほどはお世話様でした。お約束通り、話を伺いに参りました。なんでカメラ目線？ああ、よく来たね。とにかくかけたまえ。はい、失礼します。
ガルン氏なんですが、その後の状態をお聞きしたいのです。誠に残念だが手術中に亡くなったよ。そうですか。原因については？まさに奇病というよりないな。ガルン氏の身元とか、何かわかりましたか？トランクの中にパスポートとカードケースが入っていたよ。家族にも連絡したから、もうじき到着すると思う。それとカードケースの中に入っていたものなんだが。写真ですか？それとメモのようですね。なんだろう？ 987024、何かの番号であることは間違いないのだが、電話番号？何の番号でしょうか？電話番号のような気もするが。あとは写真かな。美しい女性が写っている。ヨーロッパ系の顔立ちには見えないが、ガルンがこのような女性の写真を持っているとは、どういうことだ？女性の写真か。美しい女性ですね。家族に知られては困る女性なのかもしれないぞ。これから調査する上で参考になる気がします。お借りしてよろしいですか？私の方は一向に構わんが、今となっては遺品だからね。家族の許可をもらっといた方が良いぞ。それはそうか。この青い石なんですが、飛行機内で調べたいとおっしゃっていたので、持ってきました。そうなんだよ。とにかく長い時間はかからないと思うんで少しの間、私に貸しておいてほしいんだ。ええ、そのつもりで持って参りました。あとは、悪魔の福音のことかな。飛行機の中でも触れたと思うが、悪魔の福音という本があってね、それに、セイントストーンと呼ばれる石について、述べてある箇所があるんだ。そのセイントストーンが、この青い石だと？調べてみたいとおっしゃっていたので、持ってきたんですが、セイントストーンについて教えてください。それを手にする者に幸福と希望をもたらすと言われる聖なる石だ。この青く輝く神秘の光には一切の邪悪を無に変えてしまうほどの力があるらしい。聞いた感じ悪い石じゃなさそうだけど。あなたは、この青い石が、そのセイントストーンだと？おそらくね、それ以外に何も考えつかんのだ。そういえば、ガイスのやつも、あなたと同様、この石の中に刻み込まれている模様が見えないというんですよ。しかしね、ブライアン、私にはどうしてもそのような模様は見えないんだよ。おかしいな。なぜなんだろう。ひょっとして君は視力が 4.5 くらいあるんじゃないのかね。おや珍しい。あなたがジョークを言うなんて。先ほどおっしゃっていた悪魔の福音という本について聞かせていただきたいのですが。そのことなんだが。どうかしたのですか？今この場で話してしまっても構わないんだが、用心のため、悪魔の福音を私の書斎に持ち帰ったのでね。できれば話の方も私の家でしたいのだが、どうだろう？はい。僕の方は一向に構いません。ずいぶん用心してる感じだね。青く輝くというセイントストーン。この石がそのセイントストーンなのだろうか？しかし、聖なる領域に閉ざされているはずのものをなぜガルンが持っていたのだろう。この石、セイントストーンなのでしょうか？美しい輝きが残像のように瞳の中に映っている聖なる石だという要素は満たしているからな。おそらくは、そろそろガルン氏の遺族が来られる頃だ。君も一緒に来るかね。ぜひご一緒させてください。そうか、遺品を借りる話をしないとね。あの人が変死だなんて、一体原因は何なのですか？はじめまして、私が先ほど電話を差し上げたこの病院の院長のエドガー・スミスです。僕はブライアン・パールと申します。ご主人とは飛行機の中で知り合いになりまして。それで主人なんですが。ええ、そのことで少しお聞かせ願いたいことがあるんです。慌てて飛んできた様子が伺える。夫の死を急に知らされたのだから、その悲しみは計り知れないものだろう。ガルン氏のことについて、お聞かせ願いたいのですが。はい。具体的にどのようなことでしょうか？お仕事は、どのような内容のものだったのですか？ GIU という保険会社に勤めておりました。西ドイツ本社営業本部長の席についていたのですが、リマのピラミッド移転によるダム工事に関わるようになったため、夫は単身ペルーで暮らしておりました。保険会社だったんだ。ダム工事にかけられた保険の件で、ずっとペルーで仕事をされていたんですね。はい。でもどのような内容なのか詳しいことはちょっと。まあ、仕事内容を詳しくは奥さんも知らないよね。ガルン氏が特に親しかった友人の方とかはいらっしゃいましたか？そうですね。バイエルン建設のシュミットさんとはよく連絡を取り合っているようでした。シュミットって被害者の一人だよね。シュミット氏とは古くからの知り合いだったのですか？ええ。学生時代からの友人で今回一緒に仕事ができるとかで、喜んでおりました。実は飛行機の中で聞いたのですが、休養があってドイツに戻るところだと、ガルン氏はおっしゃっていたのですが。ええ。昨夜電話がありました。シュミットが急病で倒れたので、
彼の家族と会わなければならなくなった。シュミットの家族に何かを話そうとしてたのかな？このメモを見てもらえますか？数字が書いてありますね。この番号に何か心当たりはありますか？さあ、金庫の番号とか、電話番号とかでは、私にはよくわかりません。奥さんはわからないか？この写真の女性に見覚えがありますか？いえ、初めて見ます。この方が何か？勝手に持ち出してしまい申し訳ないんですが、この写真実はガルン氏の荷物の中に入っていたものなんです。そうでしたか。私には全然心当たりないんですが、夫の仕事関係を調べてもらえれば誰だかわかると思います。夫人は何も知らないし、取り立てて隠し事をしているようには見えないし、エドガー、青い石のこと、聞くだけ聞いてみましょうか。そうだな。私が聞いてみよう。実はガルン氏なんですが、考古学と解析などの分野に興味を持たれておいででしたか。そのようなことは、なかったと思います。ただ、ピラミッドに関することについては真剣に何かを調べていたようでした。まあ保険会社なら調べていても不思議ではないか。この番号の書かれた紙切れは、ガルン氏のパスポートに挟まっていたんです。ここ1年、夫とはほとんど会っていないので最近の状況については、申し訳ないんですが。ガルン氏とシュミットが繋がったぞ。仲のいい二人が同じ仕事をし、そして同じような奇病で急死した。どう考えても変だ。何かあるに違いない。ガルンは、シュミットの急病についての何かを知っていたのだろうか。急病で倒れたということで、彼の家族と会わなければならない状況が生まれた。一体どういうことなのだろう。もしよろしければ、この写真とナンバーの書いてあるメモを貸していただきたいのですが。どうぞ、お持ちになってください。ありがとうございます。いろいろ話を聞かせていただき、ありがとうございました。夫のためにも一刻も早く非病の原因をつかんでください。それでは、私の家に行こうか、ブライアン。はい。悪魔の復縁関係の話がまだ聞けてないからね。ブライアン、君は覚えているかね？私たちが初めて出会った時のことを。よく覚えていますよ。思えば不思議な出会いでしたね。ちょっとお尋ねしたいのですが。はい。何でしょう？デムリエという村はこの辺りですか？デムリエ、僕もこの土地のものではないので、よくはわからないんですが、この辺りはフェリアの丘と呼ばれていますよ。フェリアの丘？自らの命を犠牲にして、この世を悪霊の手から救った女性の名に由来しているとか、古い言い伝えです。そうですか。わかりました。では、僕はこれで。その夜でしたね。偶然にもホテルのバーで顔を合わせたのは。その通りだ。私たちがフェリアの丘で出会ってから4年だ。あの時なぜ私があそこにいたのか、何を調べていたのか。その答えがこの奇病の奥にあるような気がするんだ。確かあの時、デムリエという村がどうの、とおっしゃっていましたね。ふむ。あなたが4年前から調べていらっしゃることとは？最初は単なる好奇心からだったのだが、今では仕事よりも優先される対象になってしまってね。まあ、そのことについては後で触れるとしよう。ずっと調べていた悪魔の復縁に関係すると近況あたりから話していこうかな。こうやって話をするのは久しぶりですね。そうだな。私も最近何かと忙しくてね、ゆっくり話をする時間もなかったんだよ。お仕事の方は順調ですか？まあまあといった感じかな。さっきも言ったように知的好奇心から研究していることがあるのでね。そっちの方が今の私には大切なんだよ。ところで、以前からあなたに聞いてみようと思っていたことがあるのですが。なんだね？デジャブとかリインカネーションなどについて、どのような意見をお持ちなのかをお聞きしたいです。突然こんな話し始めたら普通驚くよね。私自身はそのような現象を特に感じたことはないのでね、具体的にどうとは言えないんだが。悪魔の福音の中に化身について述べてある章があるんだ。神と悪魔との戦いは、遥かなる時を隔てよみがえる。幾多の犠牲の上に平和は約束されるが、とね。そうですか。どうしたんだね。実は最近、同じような夢をよく見るんです。以前からあったことはあったのですが、このところ、その感覚が狭まってきて。古代の遺跡風景が広がっているんですが、不思議と懐かしさを覚えるんです。心の奥底を揺さぶられるような。なるほど。こういうのって前世の記憶なのでしょうか？一概には言い切れないが、あり得るだろうね。その夢の中で君の役割は何なんだい？はっきりしないんですが、様と呼ばれている光景があるんで案外神官だったりして。ははは、そいつは面白い。でしょう、ははは。そういえばエリスと言ったっけ君の恋人は。
嫌だな。エドガーったらエリスとはそんな仲じゃないですよ。ごまかさんでも分かっている。以前君の家に電話した時、彼女が出たことがあったんだからな。そんな嘘でしょ？本当だよ。早朝だったかな。電話した時エリス嬢が出てね。君はシャワーだと言っていたぞ。いつからそういう関係なんだ。参ったな。もう、結婚はどうなんだ？もうそろそろ良いと思うんだが。僕はまだ27歳ですよ。勘弁してください。さっきの話、リインカネーションの件なんですが、エリスとは出会うべくして出会い、そしてこうなったのではないかって気がするんです。運命の赤い糸かね。それは、エドガーってばちゃかさないでください。真面目な話なんですから。その夢の中に出てくるんです。エリスそっくりの女性がとても悲しそうな瞳をしてサンクチュアリに消えていくんですが、それからどうなるのかね。僕自身も悲しくてたまらないのに彼女を引き止めることができないんです。よくわからない夢です。気にしないでください。本当に前世の記憶なのかな？もう少し辛抱してくれたまえ。この森を越えたら私の家だ。こちらの方に引っ越されて、そろそろ1年が経ちますね。ああ、その通りだ。早いものですね。新しい家の住み心地はいかがですか？最初は2人では広すぎるかなと思ったのだが、慣れてしまえば何の問題はない。今ではとても快適さ。デボラ夫人はお元気にしていらっしゃいますか？そうか、君はデボラと面識があるんだったな。ええ、以前に一度だけとても美しい方でした。前妻だったアンを失った時は本当に辛かったよ。でもその悲しみの淵から私を救ってくれたのが今のデボラなんだ。結局、アン夫人の事故は謎を残したままでしたね。ロンドン公園の噴水にくくりつけられた死体が発見されたのが行方不明になって8日後のことだった。なぜあんな奇妙な様相で死んでいたのか。それは事件じゃ。その後、警察の方からアン夫人についての事件報告はありましたか？噴水のところにくくりつけられていたのだから自殺ではないし事故ということもありえないと思う。しかし殺されるような恨みを買う女性ではないし、何の特徴もなく証拠もない現場だっただけに警察も対処しきれなかったようだ。本当に残念でならない。デボラ夫人とはどんなきっかけで知り合ったのですか？知り合ったのは先妻のアンが死んだ直後なんだよ。どうしても出席しなければならないパーティーがあって、そこでなんだ。それからしばらくして私の病院へ派遣されてきたんだよ。外科の医師としてね。外科の医師、立派な方なんですね。外見的に冷たい印象を与えるが実際はとても献身的な女性でね。彼女のきめ細やかな思いやりで私は救われたのだと思う。ただ、いや、なんでもない。気にせんでくれ。デボラ夫人のことで何か気にかかることでも？特に不満があるわけでもないんだが、私の行動を監視しているような気がしてね。それが妙に引っかかったりするんだよ。あなたの浮気が心配なんじゃないですか？そういう監視の仕方じゃなく、嫌だなエドガー、のろけですか？もう。フェリアの丘にある墓地には、君の家族が眠っているんだったね。はい、同じ車に乗っていたのに、僕だけかすり傷一つ負わずに助かったのに、家族の者は全員。両親は亡くなっちゃったんだね。聞いてください、エドガー。なんだね。僕自身の出生について、時折疑問に思うことがあるんです。本当に、この両親は僕の親なんだろうかとか、ふと何かが違うという思いがよぎったりとか。私は君のご両親と会ったこともないし何とも言えんが。考えすぎだろうなとは思っているんですが。今度、落ち着いた場所でじっくり話をしようじゃないか。お互いに話しておいた方が良いことがいくつかあるように思う。そうですね。仕事の方は順調だし、デボラのおかげで私の心の傷も癒えた。残るは、悪魔の福音を読破することだけなのだが、本当に大変な作業だよ。到着ですね。ああ。今回はここまでにしておきましょうか。過去の出来事にも、今回の件はいろいろ関わってきそうだよね。そうですね。特に、悪魔の福音を解読しているエドガーの周りには何かありそうです。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。